崩壊サード基礎知識、簡単なケイオスヘリアの使い方編。こんにちは、コバトーンです。ついにアップデートがあった崩壊サード、そして新キャラのヘリアが来ましたね。最近は新規のプレイヤーさんも増えているので、本動画で簡単な使い方を紹介していきたいと思います。崩壊サードのスキル説明はすんごい複雑なので、ぜひポイントを押さえて楽しくプレイする参考にしてみてください。やることは超シンプル。EP 貯めて即必殺。崩壊サードのスキル説明はガチで複雑なので、書いてあることをちゃんと理解するのが大変です。とはいえ、実際にプレイする上ではそこまで複雑にならないように上手な調整がされています。詳しく読める人は自分でスキルを読んでもらえればいいのですが、初心者だとかなりハードルが高いですよね。また雰囲気で動かしている仲間もいるはず。かくいう私も昔は8割くらい勘で動かしてました。逆を言えば全然フィーリングでも動かせるように作られているとも言えます。しかしながら理解して動かすとさらに楽しくなるのがゲームってもんです。今回はそのちょっとしたポイントを押さえるところから始めましょう。ヘリアの場合、それは必殺即打ちです。ヘリアの特徴を言語化すると、必殺技を通常技の延長のように使うキャラと言えます。崩壊サードでは必殺技を打つためのエネルギーを EP と呼び、 HP バーの下にオレンジっぽい色で表示されています。まあ必殺というくらいなので、大概のキャラクターにとっては一番強い技に設定されていることが多いです。そのため大切にとっておいて、いざという時にぶつける場合が多いのですが、ヘリアはそこが大きく違います。必殺技を湯水のごとく使ってください。どれぐらい使えるかを実際に見せた方が納得しやすいと思うので、まず見せますね。はい、これくらい高頻度で必殺が出せるキャラです。この理由は3つのシステムが絡んでいます。ヘリアは不数というバフを自分で発生させられます。そしてこのバフが発生している間は UFO という空中を舞う羽みたいな武器が一緒に攻撃してくれるようになっているんです。この羽は敵にヒットさせることで必殺技エネルギーである EP を急速に回復できます。そして必殺技を打つと不数バフが発生するんです。はい、つまり必殺技を打つことで不数バフが始まり、不数バフがあると EP がすごい勢いでたまり、 EP があると必殺が打てるということ。ちなみに不数バフは継続が10秒ですが、先ほど見たように必殺技を打つのに10秒かからないですから、必殺を打つたびに継続時間がリセットされます。要するにやることは非常にシンプルで、不数バフを切らさないようにずっと必殺を打っていればいいキャラなんですね。雑に言えばこのポイントをずっとこすっていれば8割方使えたと言ってもいいキャラです。アストラルバーストを使う場合、使わない場合、リーダーの場合、リーダーじゃない場合など、いろいろな条件や使い方はありますが、ヘリアの基本となる使い方はこれだけなので、まずはこれを押さえておきましょう。思ったよりも簡単でしょ。次はもうちょっと細かくその条件を見ていきましょう。ケイオスヘリアの EP は100を下回るようにしよう。先ほども触れたように、崩壊サードのスキル説明はめちゃくちゃ難しいです。どこに何が書いてあるのか分かりづらいのですが、ポイントとなる1箇所をピックアップしてお伝えしますね。それがこれ、パッシブ能力の中の一つ、頼れる背中です。なんとアストラルチャージ期間中、 UFO が敵に命中した際、自身の EP が0以上100以下の場合、 UFO の EP 回復効率プラス 300% というものがあります。とんでもないですね。元々の回復効率に加算するということなので 400% あることになります。つまりヘリアは通常キャラの4倍速で EP 回復が可能ということです。これは他のキャラでも見たことのないとんでもない数値なので、ヘリアの明らかな強みと言えるでしょう。裏を返せばこの能力がどれだけ活かせるかがヘリアを強く使うコツだと言えます。ポイントは2つです。文章に書かれている通り UFO が命中すること、そして EP が0から100の間であること。UFO は先ほども説明した羽のような攻撃ですね。UFO の発生条件は必殺技発動後の不数バフ発生中に通常攻撃を行うこと、または武器スキル QTE 攻撃をすることです。武器スキルと QTE は不数バフがなくても UFO が発生するので覚えておきましょう。後でまた詳しく説明します。ここで先に注目しておきたいのは EP の量です。書いてある通り、回復が一番早いのは0から100までの間なので、一番効率よく使いたいなら常にこの間で回復をしながら戦うことが重要になります。ちなみに計算は結構簡単で、ヘリアは必殺技に 100EP 使います。
つまり100溜まったら必殺技を打って即空っぽにするようなイメージで戦えば一番効率よくこの能力を発揮できるわけです。これがさっきの戦い方になるわけですね。本来なら EP を空っぽにすると必殺技が打てなくなってしまいそうですが、ヘリアは通常3段まで全部出すだけで100を超える量が回復できるのです。なので一度複数バフを獲得したら必殺、通常、通常、通常、必殺みたいにループをするだけというのが基本戦法になります。最初に必殺を打つために武器スキルと QTE がある。はい、基本の使い方が分かったと思います。必殺技と通常攻撃をループしてやっているだけで強く使えるキャラクターということは分かったと思いますが、では一つ疑問が生まれませんか？最初の必殺技はどうやって打つのかと。その通りです。複数バフは必殺技を発動しないと発生しません。なので UFO も出なくて EP 回復効率が上がらないんですよね。試しに通常攻撃を打ってみても先ほどと比べて EP が全く伸びていないことがわかるかと思います。もちろん地道に攻撃して EP を100まで貯めて必殺技を発動してもいいんですが、効率よくスタートするための方法がちゃんと用意されています。それが武器スキルと QTE です。武器スキルは複数バフを発動していなくても UFO を突然発生させることが可能です。なので武器スキルをスタートでぶつけるだけで一気に必殺が発動可能になり、すぐ基本のループに入ることが可能になるんです。ちなみに武器スキルは EP を20回復させる設定になっていますが、 400% 回復バフが乗るため80程度回復します。これだけだと厳密には足りないのですが、だいたい初期 EP があったり聖魂など他の EP 回復が多少乗っていたりするため、おおむねスキル1回で必殺技発動可能な範囲まで EP を盛れますね。QTE も同じです。QTE は他キャラクターが表にいる状態から登場しなくてはいけないため、必殺発動がトリガーになっている複数バフがかけられません。なので複数バフなしでも UFO が出せるようになっているんですね。使い勝手としては武器スキルと同じで、登場してぶちかませば必殺発動が可能な EP まで一気に回復できます。回復量の設定は武器スキルと同じく20です。こちらも他キャラクターが戦闘して稼いでくれた分などの EP があったりするので、実際ほとんどの場合おおむね登場するだけで必殺発動が可能になります。はい、というわけで基本ループにプラスしてその指導方法も覚えておきましょう。武器スキルか QTE で戦闘を開始して、その後は必殺、通常、通常、通常のループです。すごく簡単ですがド派手な戦闘ができるので、ぜひ体験してみてくださいね。スタックは選択肢が増えるだけ。ケイオスヘリアといえばド派手なフィニッシュ技が魅力なんですが、それがこの画面下部にあるスタックを使った技ですね。スタックの名前が釈光です。この釈光スタックは溜まっている状態でそれぞれ別の必殺が出る仕様になっています。それぞれ追雲、破風、行雷ですね。まあ名前は覚えなくても大丈夫です。で、釈光スタックが全部溜まっている場合でもこの3種類の必殺が順番に出るようになっているんですね。これがどういうことかというと、必殺技を打つたびに3種類の必殺が入れ替わるというだけで、操作の上ではあまり変化がないということです。この必殺技は勝手に入れ替わってしまう仕様のため、僕たちがやる操作は必殺技ボタンをポチッと押すだけです。つまり操作内容は最初に説明した必殺、通常、通常、通常というループを繰り返すだけなんですね。そうすると必殺技が勝手に発展していくイメージを持っておくといいでしょう。そしてスタックが3つ溜まっているときは選択肢が1つ増えるわけです。通常ボタン長押しで貫実という大技に派生できます。必殺技がどの段階であってもスタックさえ溜まっていれば出すことができるので、シンプルにスタック消費の通常長押し技が存在すると考えておくと分かりやすいんじゃないでしょうか。ヘリアをリーダーにする際の意識ポイント。これでヘリアの大事なポイントは紹介できたので、ここからはケース別にちょっとしたコツを紹介しておきます。まずヘリアがリーダーの時は EP や必殺で戦うようにしましょう。ヘリアは新しいアストラルリング、天縁の杯に対応したキャラです。天縁の杯はアストラルバーストが発動するとチーム全体の EP を合算して使用できる面白い仕様になっているため、ヘリアの必殺も仲間の必殺もガンガン使えます。そしてヘリアはフィニッシュ技として貫実の後にさらに1段必殺が発動できるようになり、それが開星と呼ばれる技ですね。ド派手でかっこいいのでぜひガンガン使っていきましょう。開星を打つとアストラルバースト状態は終了してしまいますが、残りのアストラルバースト時間に応じてアストラルバーストのためのエネルギーであるアストラル EP が変換される仕組みになっています。さらにヘリアがリーダーの時は必殺を打つだけでアストラル EP が回復する仕様なので、アストラルバーストは遠慮なくガンガン使うといいでしょう。
実際にヘリアを僕が使ってみた感想なんですが、ヘリアのフィニッシュ技である回生は発動までに時間がかかるので、アストラルバースト中に他キャラクターの必殺を織り込もうとすると時間切れになったりします。キャラチェンジなどをしたい場合は他キャラクターで起こせるバフなどを考慮して計画的に順番を踏むといいでしょう。そんなのぶっちゃけわかんないって場合にはヘリアの回生をひとまずぶっ放していいと思います。先ほども触れた通り、ある程度アストラル EP が変換されるので大きく損をすることはありません。慣れてきたらギミックのタイミングなどに合わせて調整していくといいでしょう。次にヘリアがリーダーの時は可能な限り最鋭創生を持っているキャラと組ませましょう。最鋭創生は現在ドンキアナ、ニブ・デュランダル、アストラルリング対応エリシア、ニブのリス賞の4名が対応しています。ヘリアがリーダーの時は最鋭創生を持っている編成人数によって能力が底上げされる仕様になっていて、3人揃うと EP 上限が430伸びる上に雷ダメージバフまで乗ります。2人編成した場合と比べてもかなり差があるので、できたら3人編成したいところですね。ここまでで触れた通り、ヘリアは EP がかなり重要なキャラなので、上限が増えるのは強力なポイントとなり得ます。とはいえ初心者だと持っていなかったりもしますよね。そんな場合には気にしないでいいです。ヘリアは短期でもご利用しできる性能をしているので、ひとまずリーダーに設定して紹介したループを使えば高難易度コンテンツ以外は蹂躙できるはずです。あとヘリアがリーダーだとチームメンバーの必殺技でも麻痺蓄積が可能になります。これは結構便利なポイントで、高難易度なイベントではギミック解除やステージバフの条件として麻痺状態にするみたいなのがあるんですよね。その時に貯めなきゃいけないのが麻痺蓄積値です。今までは特定の武器や行動じゃないと貯められない仕様だったので縛りがきつかったんですが、ヘリアがいれば編成キャラの必殺で簡単に付与ができるようになりました。地味に大きなポイントなので覚えておきましょう。ちなみにもともとキャラ本人が付与できるデバフも有効なままなので、リス賞と組めば流血と麻痺両方付与したりもできますし、花火を追加すればさらに燃焼も付与できます。実用性はともかくとして面白いのでアイデアとしてどうぞ。リーダーじゃない時の変化に注意。ここまではヘリアをリーダー設定にした場合の話でしたが、最後にヘリアをリーダー以外で使う場合について触れておきます。ヘリアはリーダーではないとき EP 効率がちょっと下がります。具体的には極限回避したときに EP が回復しなくなります。他の通常や必殺での回復能力はほとんど影響がありません。なんだそれだけかと思うかもしれませんが、意外とこれが大きくて、実はヘリアは武器スキルを使うと自動的に極限回避が発生したことになる仕様なんですね。なので武器スキルでたくさん回復した気になっていた EP の一部には極限回避での回復分が含まれていたんです。なので実質的に武器スキルの回復量も下がった感じになります。そんなわけでリーダーに設定している時よりも必殺が少し回しにくくなるので注意しましょう。とはいえそもそもかなり EP 回復効率が高いキャラなので弱くなるってほどではないです。十分強いですので安心してください。ただヘリアを強く使いたい場合にはヘリアをリーダーにして編成した方が輝きやすいと思いますので、頭の隅に置いておきましょう。まとめ、初心者にもおすすめできる爽快アタッカーヘリア、いかがでしょうか。細かいポイントは他にもいろいろあるんですが、実用面で重要なポイントは大体抑えられたはずです。実際に動かしてみた感想としては初心者にもおすすめしやすいキャラだなと思いました。最近崩壊サードを始めた報告をたくさんいただくのですが、最初はキャラが揃っていなくてなかなか編成が難しいですよね。そんな場合にも一人で十分力を発揮できるヘリアはおすすめしやすいキャラなんじゃないかなと思います。一人持っておけば自分をリーダーに設定して自分で EP を貯めて必殺をずっとループさせることができる。アストラルバーストも自分一人だけでもある程度火力が出ます。確保しておくと相当快適だと思いますね。ちなみにヘリアにとって重要な EP 回復能力は本人についている能力のため、武器や成功が揃っていない状態でも使えます。そのあたりも初心者におすすめしやすいポイントかと思います。それでいてちゃんと他のキャラが揃ったら組み合わせて戦うこともでき、火力をさらに底上げすることが可能です。キャラを増やしていく楽しみも味わえるキャラなのでずっと楽しめるんじゃないでしょうか。それでは今回の情報もあなたが崩壊サードを楽しむための一助として参考まで。